皆さん、こんにちは。バーチャル YouTuber のリアです。前回はメジャースケールのお話をさせていただきましたが、今回はその知識を用いて、メジャーのダイアトニックコードについて学んでいきたいと思います。コードイコール和音と呼ばれるものですね。3和音、4和音と呼ばれるものが一般的ですが、今回は3和音についての解説を行います。3和音、3つ音を重ねたものということになります。実際に聞いてみましょう。こちらがコードと言われるものになります。では、次に概要の説明ですね。皆さんもコードという言葉は耳にされたことがあると思います。楽器をされている方でしたらもう馴染み深い言葉ですよね。じゃあ、このコードとは一体何なのでしょうか。明確な答えがあるかわからないですが、クラシックな音楽知識を用いなくても、簡単に作曲ができるツールであるとも言えますし、メロディーをより引き立たせる伴奏的な要素でもありますし、作曲における背骨のようなものだと思ってもらえればいいかもしれません。なんとなくわかりましたかね？本当になんとなくで大丈夫ですよ。さて、では実際にコードを作っていってみましょう。前回、キーのお話をさせていただきましたが、キーによって使える音の物差しが、スケールでしたよね。実は、キーによって使えるコードも決まっています。例えば、キーシーの楽曲に使えるコードは、こちら、C メジャースケールから作り出すことができます。作り方は簡単。C メジャースケールはすべて、発見だけで作られていましたよね。スケールの各音に発見を一つ飛ばしで2つ、このように重ねていきます。これをスケールの最後まで繰り返します。お尻の C は2つあっても意味がないので消しましょう。7つ和音ができましたね。こちらがキーシーで使用できる3和音のダイアトニックコードとなります。順番に見ていきましょう。C メジャー、D マイナー、E マイナー、F メジャー、G メジャー、A マイナー、B ディミニッシュです。よくわからない言葉が出てきましたよね。3和音のコードには、メジャー、マイナー、ディミニッシュと呼ばれるものが存在します。一つずつ構成を確認していきましょうね。まずはメジャーコードから、C メジャー、F メジャー、G メジャーとありますが、紛らわしいので、C のところへ持っていきましょう。すべて同じ鍵盤の並びなのがわかりますか？作り方は、基準の音、コードを重ねた一番下の音から数えて、鍵盤上の4つ、上に1つ、さらに、そこから3つ、上に1つ、この構成で重ねることで、メジャーコードが作れます。では次にマイナーコード、
D マイナー、E マイナー、A マイナーがありますが、こちらも C に持っていって重ねてみましょう。これも同じ鍵盤の並びですね。こちらは3つ上に1つ、4つ上に1つ。この構成で重ねることで作ることができます。最後に B ディミニッシュですね。これは1つしかないですが、一応 C に持っていきましょう。3つ上。さらに3つ上。と重ねることで作ることができます。では、響きを確認しましょう。メジャーは明るい響きですよね。マイナーは暗い、物悲しげな響き。ディミニッシュは緊張感のある音ですね。このように、各コードは音色、響きに特徴があります。ここまでが C キーで使える C メジャースケールで構成されたダイアトニックコードの解説となります。なんとなくわかりましたかね？じゃあ、他のキーはどうなるの？もう、お気づきの方もいるかもしれませんが、スケールの各音の間隔は、どこに持っていっても同じでしたよね。そのスケールで作った以上、ダイアトニックコードも、頭を鍵盤上で、どこに持っていっても同じ響き、使い方ができるということです。始まりを D に持っていくと、キー D のメジャーダイアトニックコードになりますよね。F に持っていくと、キー F で使えるメジャーダイアトニックコードということですね。これで皆さん、全12鍵盤の3和音のメジャーダイアトニックコードがもう使用できるということになりますよね。ちなみに単体でもどこに持っていっても同じですので、全12鍵盤のメジャーコード、マイナーコード、ディミニッシュコードをマスターしたと思ってもらって OK です。これで3和音のメジャーダイアトニックコードについての解説は終わりです。どうでしたか？しっかりと理解できたでしょうか？わからないことがあれば、気軽に Twitter をフォローしていただくか、コメント欄で聞いてくださいね。本当はコードのファンクション、役割について次回やろうと思っていたのですが、次回は4和音ですね。先にメジャーコードの和音について、すべてマスターしましょう。もし、この動画が気に入ってくれましたら、チャンネル登録、お願いしますね。それでは、次回の動画でお会いしましょう。